結構動くんだよね。これをちょっとね、はい、本日はですね、この土の路面で走れるかどうかということで、前回に引き続き 4WDS、強小のプログレスを持ってきてます。前回はハイグリップコースだったんで、結構くねくねと曲がったんですけど、土はどうかなということで持ってきました。で、土を走れるにあたってですね、ボディを作りました。丸ボロのカラーをイメージして赤と白で作ったつもりだったんですけど、黒の裏打ちをちょっと失敗しまして、赤黒い色となってしまいました。まあでもこれで砂よけにはなるんで、この後ね、リアの打角を、前回と同じよく動くタイプと、ちょっと動きを抑えたタイプとで、走ってみようかと思います。気持ち悪いね。動画で見ると相当な動きしおるなとは思ったけど操作したらわかるこの楽しさ。結構楽しいよ。楽しい楽しいよ。どのやつとも当てはまらんただこのストレートから今までいろんな乗り込みやらせてもらったけど、これが一番難しいかもしれない。このストレートで一番難しいこのスピードでな。はい、じゃあプログレスの 4WDS と土路面でどうかな。あ、全部当たってきてる。めっちゃ曲がるな。これはね、下のねコースより難しい。下のコースよりなんか難しいってタイヤかな。タイヤだね多分。タイヤがものすっごいグリップしない。当たった。逆回し。これが外なんでね、結構動くんだよね。これをこれで、ちょっと動きが収まったかな。本当は固定すればいいって教えてもらったんだけど、固定しちゃったらね、せっかくの 4WDS がただの4駆になっちゃうんで、あえてここは少なめの稼働にしてみます。おさっきより圧倒的に安定した。あ、またやった。こっちの方がちょっとトリムが合ってないな。アンダーになった。だいぶ癖はなくなったな。癖はキレというか癖がなくなった。癖はあるけど、だいぶまろやかになったって感じかな。好みかな。
前昔の動画でガンダム作った時にリア駆動がリアステアリングの操作してきたからね。一応グラスホッパーもね走らせてみます。同じ540モーターなんだけどグラスホッパーの方が難しいね。さっきまでのプログレスと比べると曲がれない曲がれないというかね、すっごい滑る。なんか走らせてる感が軽いな、やっぱり。グラスホッパーやっぱ軽いんだ。というか曲がりグラスホッパー難しいな、さっきと巻く。お、砂利あんだけ浮いてても曲がれるのね。砂利の方が案外安定してる気がする。こんだけ浮いても曲がれるんだね。今日はですね、表彰のプログレス 4WDS をね、ダート土の路面でも走らせてみました。やっぱりなんといってもちょっとタイヤかなとはと思ったんですけど、あとリアの打角もですね、少し抑えた形にするとまあものすごく走りやすくはなったんですけど、その反面ですね、ちょっと物足りなさを感じるような、結果としてはね、操作しやすい方が良ければ打角を小さく、難しくても面白さを追求したければ打角を大きくすれば楽しんで遊べるような車かなと思いました。肉代表でグラスホッパーも持ってきたんですけど、ダートはやっぱさすがにこの固めの土のところではタイヤグリップしなくて、かなり難しかったです今日はですねプログレスの方が主体でちょっと遊んでみたんですけど、今後もですねこのプログレスも含め、ラジコンの動画いろいろ撮っていこうと思いますので、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。